皆さんようこそ、東方研究スクールへ、研究部部長のゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は一面ボス最強キャラトップ4を解説していきます。この動画を見れば一面ボスについて詳しくなり、さらに東方プロジェクトのことが好きになれると思うので、楽しみにしててくれよな。もし面白そうだと思ったらこの研究部に入部してくださいね。それでは、早速解説スタートです。まずはじめに紹介する、一面ボス最強キャラはヨーヨームに登場したレキホワイトロックです。レキホワイトロックは冬にしか見ることのできない妖怪だぜ。人間を凍えさせて戦闘不能に陥れる恐怖の妖怪と言われています。薄紫または、薄水色のショートボブに白いターバンのようなものを巻き、ゆったりとした服装をしていますね。下はロングスカートにエプロンらしきものを着用。また首には白いマフラーを巻いています。レテにマフラーって必要なくないか？的確なツッコミ。レテは、雪女の類であるためか、服装は防寒着というわけでなく、見た目は普通ですね。レティはそういう日に現れるのか、彼女が現れたせいなのかわかりませんが、非常に寒い日に現れるようです。あまりの寒さに戦意喪失してしまうとこからも、レテはかなり厄介だよな。布団から出られなくなるというね。間違いない。さらに、東方部門式を書いているアキューによると、レテは風を吹かせたり雪を降らせたりするわけではなく、自然にある冬の効果を強めることができるため、一人の妖怪では出すことができないとてつもない力を使うことができるようです。このことからもかなりの力の強い妖怪だということはわかるな。冬ならば確実に二面ボスのチェンより、実力はあると思われますね。大手道具屋の森近凛之介さんが言うには、外が吹雪いているとあいつが出てくるんじゃないかと思って外を出歩けなくて困ると言っていますね。まあ高林道は暖房がしっかりしているから大丈夫だろうけどな。また、一般の目撃情報でも寒い日に限ってレティを見ると、あまりいい印象を持たれてない感じですね。同じ季節の妖怪である秋姉妹とは大違いだな。ただし、夏場に見かけたらその時は力が大きく弱まっているので、それは鬱憤を晴らす絶好の機会だろうと言われています。結構アキューって毒舌の持ち主。有吉さんと同じように毒を吐く程度の能力。もっとも、冬以外で彼女と遭遇したケースはないそうですが、また寒さに関連する妖怪といえばチルノですよね。おそらく、レテはチルノより能力面で言うと、上だと思われます。チルノのは小さいものなら瞬時に凍らせるぐらいの能力ですが、先ほども言ったように、レテは自然の力を使った妖怪が出せないような力を使うことができるので、レテの方が上ですね。まあ、冷気を操る程度の能力と、寒気を操る程度の能力からして、レテの方が強いのがわかるな。さて次の一面ボス最強キャラは、エタニテラルバです。ラルバは天空将の一面ボスを担当したんだよな。昆虫の成長再生変態を体現したアゲハチョウの妖精。普段は温厚な性格であり、どこかで戦闘があってもパワーアップアイテムを数個持参して遊びに行く程度なのだが、式異変では溢れる力を持て余して暴走したんだぜ。他の妖精同様に知性はそれほど高くはありませんが、自分に勝利して移動しようとする、チルノに私の分も頑張ってとエールを送ったり、レイムには異変解決の手伝いを申し出たりと、優しい性格で、一般的な一面ボスといった感じですね。じゃあ、このランキングに入るようなキャラじゃなくないか？それがそうでもないんですよ。実は、エルバはただの妖精としては不可解な言動もあります。チルノの肌が黒くなったのは日焼けではなく暴走の影響であることを見抜き、異変の元凶の存在を予感しています。さらにクラウンピースが持つ凝視すると狂う松明の本質を見抜き、その特性を利用して冬の気候を真夏に変えたり、さらにヤシの木を生やすなど、明らかに一妖精の範疇を超えた異常な能力を持っています。また、作中最強で可愛いレイムが一面ボス相手に思った以上に手強かったと言っているので、弾幕ごっこでも実力はあると思われます。可愛いは必要ないですよね。とはいえ、暴走の力もあるとは思うけどな。また、天空小6面ボスにして、幻想郷を作り試験者の一人である。またラオキナからは、もしかしたら妖精ではなく神かもしれないと言われています。レイムが勝利後、自分自身も新世界の神になると言っているが、ネタのようで実はネタじゃないのかもしれないな。さらには、神主のズンさん自身も謎めいたものを秘めた妖精とコメントしています。ズンさんが言うなら強キャラ説はさらに確定じゃん。また、ラルバのモデルは常世神と言われています。史実におけるこの神は、日本書紀に登場した新興宗教が崇めた祭神で、その姿はアゲハチョウの幼虫に酷似していたとされていますね。ラルバは本当に謎めいたキャラだったぜ。でも、突然巨大な怪獣が現れたら助けてくれるかもしれないぞ。それもスラッスよね。今後また、異変を起こして出てくるかもしれないので注目ですね。
さて、次の一面ボス最強キャラはナズーリンです。ナズーリンは夢の国の一面ボスだっけ？いや夢の国なんて作品ありません。初登場は、東方精錬戦ですね。見た目からもわかる通り失礼しましたネズミの妖怪ですね。いやあんたも少しは夢の国のネズミと思ってたでしょ。虎丸将の使い魔の妖怪で、その正体は本物の毘沙門天に仕えている格の高い妖怪なのです。毘沙門天とは、仏教における天部の神様。中央アジア、中国など日本以外の広い地域でも、独尊として信仰の対象となっているぜ。ナズーリンは、翔ちゃんの仕事の手伝いもしながら監視もしています。彼女の得意技は、ダウジングですが、ダウンジングとは地中に埋まった水脈を見つけるようなものですが、彼女の場合は主に財宝を探すことが多いです。ちなみにナズーリン曰く、人間のレア度はゼロとのこと。まあ確かに人間なんてそこら中にいるもんね。そこら中って言い方でしょ。また、キクラの探索の他に、主人の虎丸将から頼まれ、同じく白蓮の復活に不可欠な宝刀を探していました。宝刀は将がなくしたもので、なくしたことやそれを探索していたことは、恥ずかしいからか仲間の村さたちには秘密にしていたようです。しっかりしているようで物をなくしやすい翔ちゃん。毘沙門天という後ろ盾があるせいか、時に将以上に尊大な態度を取る時もあるようです。とはいえ格の高い妖怪だから、おそらく二面ボスだった小笠より実力はあると言えるだろうな。さて、ラストは間違いなく一面ボスにいてはいけないであろうお方西洋寺ゆゆ子です。神霊長の一面ボスを務めていたんだよな。正直、今回の一面ボス最強キャラトップ4に入れるか悩みましたが、入れることにしました。なんといっても、ゆゆ子はヨーヨームで6面ボスを務めているもんね。ゆゆ子は、冥界にある白玉楼に住む西洋寺家のお嬢様です。1000年以上も亡霊という、極めて珍しい長寿の亡霊です。生きているわけではないから長寿っておかしいけど、幽霊のリーダーを取ることができる能力が買われ、閻魔様からは幽霊の管理を命じられています。それと引き換えに冥界での永住が約束されているんだぜ。能力は死を操る程度の能力です。これはどういった能力だっけ？死を操るとは文字通り、抵抗なく人を殺めることができる能力です。また死んだ後の幽霊も操ることができます。正直この能力はチートすぎるだろ。とはいえゆゆ子はこの能力をあまり使ったことはないようです。また、妖怪は怨霊をとても苦手としているので、この能力はおそらく怨霊も操ることができるはずなので、ヤクモゆかりや、ヌエといった大妖怪でも、隙をつけば簡単に倒せると思います。永遠に生きることのできる蓬莱人はどうなんだ？この能力は蓬莱さんかぐやや矢心栄林、藤原もこうのような不老不死の蓬莱人には一切効かないようですね。このように亡霊として長く生きているゆゆ子は、とても知識人でもあります。東方暴月賞では、ゆかりとは直接のコミュニケーションを一切取らなかったにもかかわらず、ゆかりの計画を完全に把握するシーンがあります。また同作品では、月へ行くためのロケットの推進力について用務を通じて、白霊霊村に助言をしたほか、高魔館のパーティに出席した際には同席した矢心栄林の性格を見切った上で、その行動するところをも理解しているような素振りを見せるなど、知恵者かつ切れ者の一面も存分に見せていました。幻想郷は月との関係性が深いので、ゆゆ子はやはり重要人物だから、東方暴月賞を見てみるといいぜ。さて今回はここまでにします。もし一面ボスの魅力が伝わっていただければ嬉しいぜ。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。